農業用ドローンを導入しました。2台を使って実験していこうと思います。スタート。終わり。いってらっしゃい。めちゃくちゃ良かったです。皆さんこんにちは、さおりです。今回なんとじゃん、農業用ドローンを導入しました。このドローンは DJI アグラス T50 というモデルで、こう羽を広げるとだいたい3メートルあります。ちょっと近づいてみました。めちゃくちゃ大きいですよね。で、この農業用ドローンは肥料だったり農薬を空から撒くことができます。これまではというと、トラクターにスプレーヤーという散布機を取り付けて撒いていったんですよ。でも今回このドローンを導入したということで、今回はこの新しいドローンとこれまで使用している従来のスプレーヤーどれだけ違いがあるのか、どれだけ効率よくなるのかについて2台を使って実験していこうと思います。ということで、まず実験を始める前に実際に T50 を飛ばして動作に問題がないかを確認していきます。これがね、バッテリーです。で、これから試しで飛ばすんですけど、結構ブワッってなるので少し離れました。まずは電源を入れます。ドローンが離陸しようとしています。距離を保ってください。離陸する。実際に散布する前に機体に問題がないか自分で操作して確認します。問題なさそうなので下ろします。機体との緊張する。それじゃあ最初のね、点検は終わったので、一度電源を切って、まず最初にスプレーヤーの散布機の方から実際にやっていこうと思います。まずはこちら、スプレーヤーです。十勝では多くの農家さんがこの機械を持っていて、防除といえばこれというものになります。トラクターの後ろに取り付けて牽引で引っ張ります。大きさ約6メートル、タンク容量4000リットル、散布幅24メートル、時速 3.5 キロです。対するは農業用ドローン DJI アグラス T50 です。大きさ3メートル、タンク容量40リットル、散布幅 7.5 メートル、時速18キロです。そして今回防除していく畑はこちらです。小麦畑です。はい、7月になってだいぶね、色づき始めました。そう、小麦はね、7月の中旬か末頃には収穫なんですけど、だんだんね、こう黄色くいい色になってくるんですよ。はい、なので今回は小麦の最後の防除になります。で、ここ5ヘクタールあるんですけども、外周はね、もうすでに巻いてしまってるので4ヘクタールと考えて、ドローンとスプレーヤーと2ヘクタールずつ散布していこうと思っています。よし、ということでやっていくんですけど、農薬入れるところから、巻き終わるところまで測っていきましょう。なので携帯のタイマーを使いましょうか。スプレーヤーもね、私はそんなに慣れてないのでめっちゃ緊張してます。大丈夫かな。これ用意スタート。まずはトラクターのエンジンをかけます。
PTO を回転させ、ポンプを動かして給水します。この映像の右側に水が入ったタンクがあって、そこからスプレーヤーにホースをつないで水を入れます。一から溜めるとなると数時間かかってしまうんですが、PTO の力で給水を行うとあっという間です。水を溜めている間に薬を入れていきましょうと思ったんですが、なかなか蓋が開きません。そんなことをしている間にお水が溜まったのでホースを外します。今回使用するのはチルトという小麦が黒く変色するのを防ぐ薬です。スプレーヤーの場合1ヘクタールあたり1リットルの薬を使用します。希釈倍数は1000倍なので1ヘクタールあたり水が1000リットル、チルトが1リットルです。2ヘクタール分ぴったり作って足りなかったら困るので、少し多めに 2.5 ヘクタール分で作っておきます。スプレーヤーで撒くときは、面積のだいたい 0.3 ヘクタール分くらい多く作っています。水を入れたり蓋を開けるのに苦戦したので、だいたい15分くらい準備にかかりました。よいしょ。やっとトラクターに乗り込みました。やばい、結構かかっている時間が。畑にね、向かいますが、ドローンよりもスプレーヤーの方がめちゃくちゃプレッシャーがあります。やっていきましょうか。めっちゃ緊張するわ。まずは折りたたんでいる竿を広げ、散布の準備をします。竿を広げるスイッチは3段階に分かれているので、順番に押していきます。散歩を始めたら、あとは棒状根に沿ってまっすぐ走り、竿が小麦に当たらないように高さを調整します。事前に距離を測り、棒状根を決め、毎回同じ場所を走ります。小麦は一度踏むともう起き上がらないので、なるべくロスを出さないようにそうしています。次の畝に入るときは半分に竿を折りたたみ、U ターン中に障害物などに当たらないかを確認します。青々としていた葉の色が少しずつ黄金色へと変わり始めています。はい、ということで今最後の1本です。スプレーヤーは竿の長さが、片側で12メートルなので、両側広げると24メートルあります。なのでね、結構のっそりしたスピードで、今もね 3.5 キロくらいなんですけど、まあ一度で24メートル巻いてくれると。なので一度に巻く量はかなり多いです。これで GPS がついていてくれれば本当に正確に走れるのでいいんですけど、後ろの竿にも集中できるしね。ですが残念ながら今のところ GPS はついておりません。なので慌ただしいです。今回は2ヘクタール分なので2500リットルなんですが、最大4000リットル入ります。なので、もっとね、大きい畑を巻くときは全然4000リットル入れるし、
なんなら4000リットルで足りないこともあったり、2回入れたりしてね、やるんですよ。結構ね、この時期は管理作業になって、工事がね、多くなるんですけど、そうなると、また別でタンクに水を先に溜めておいてはいるんですけど、間に合わないことがあったりとかして、まあ、水が必要っていうデメリットはあるかなと思います。はい、止まります。よし、終わり。ということで、一度農場に帰ります。今、私が結構ちんたらしてるので、このくらいかかりました。結果は約50分でした。スプレーヤーはタンクの容量が多いので、除草剤とか土壌処理剤のような水量をしっかり落としたいときにはとても便利です。次はドローンです。ドローンも同じく薬を入れるところからやっていきます。で、一回リセットしたんで、同じく始めます。よーい、スタート。最初にちょっとお水を入れてからお薬を入れます。1杯。ドローンもスプレーヤーと同じくチルトを使用します。薬の量も同じで1ヘクタールあたり1リットルです。希釈倍数はドローンの場合、薬も含めて8倍なので、1ヘクタールあたり水7リットル、チルトが1リットル。同じく 2.5 ヘクタール分作って、水 17.5 リットル、チルト 2.5 リットルの合わせて20リットル入れました。いい感じ。よいしょ。そしたらちゃんとキャップをして、なんとスプレーヤーの約125分の1です。よし、向かおう。このね、軽トラにバッテリーとか積んでるんで、このまま移動する形になります。だいたいね、今で8分ですね。もうすでに半分くらいかもしれない。よし、行こう。よいしょ。軽トラにはちょっとカメラをつけるところがないのでブレブレでこんな感じでドローンが後ろに乗っております。ちょっと怖いのでできるだけゆっくり、道もボコボコしてるしね。ちなみにこの軽トラはエアコンが効かないので激アツです。スプレーヤーが終わってちょっと気持ちが楽になりました。あとはドローンをちゃんと飛ばせれば大丈夫。 T50 は本体で約40キロあるので、鍛冶職人に手伝ってもらって下ろしました。羽を広げるとかなり大きくなります。よいしょ。ちなみにバッテリーは12キロあります。いきまーす。下がる。ちょっと下がろう。わあ！いってらっしゃい。事前にモニターで補助登録をしているので、開始ボタンを押すだけで散布を自動でしてくれます。スプレーヤーに比べると、ドローンは1回の散布量がかなり少ないのが特徴です。そのため濃い農薬を少ない水で薄く広く巻きます。必要な場所に必要な量をピンポイントで巻くことができて、地面を走らないため作物を踏まなくていいのもメリットです。スプレーヤーの場合作業幅が24メートルだったんですけど、それに比べてドローンは8メートルなので、さっきはスプレーヤーだと3
1往復半か3本分しかなかったんですけど、今回は10本ですね。なので5往復ドローンがします。もうこの補助登録をして、あとは1ヘクタールあたりどれくらい巻くよっていう設定をして開始を押せば、もう勝手に飛び上がって薬をね巻いてくれるので、本当にボタン1つ押すだけです。めちゃくちゃ楽。ちなみにモニターはこんな感じですね。今7本目を走っているところ、この緑からスタートして黄色がゴールです。モニターでは散布量や高度の設定をすることができます。散布中の撒いた量や面積もわかるようになっていて、畑の状態に合わせて最適な設定で作業を進めることができます。あと今の行ってもう1本行ったらもう終わりだ。ただ今ですねバッテリーがなくなってしまって、あと1本だったんですけど1回戻してます。機体は地面にあります。今プロペラが一旦戻しました。Go Home っていうボタンがあって、それを押すと戻ってきてくれます。でまだあと1本残ってるので、バッテリーを交換してもう1回飛ばします。小麦の場合、バッテリー1つで2ヘクタール弱負けました。今回1ヘクタールあたり8リットルの散布量でこの結果だったので、作物の散布量によって多少変わってくるかなと思います。2回目の飛行では、ドローンの足にカメラを取り付けてみました。あと残り1本でしたが、ちゃんと撒いてくれるんでしょうか。最後の飛行場所にちゃんと入ってくれました。これより先はすでに散布したので、そこで終了して戻ってきてくれます。うわーすごい。終わりー。ことで終わりました。時間はじゃん、まあだいたい30分くらいですね。検証結果、時間で言うとスプレーヤーがだいたい50分、ドローンが30分だったので20分くらい短縮されました。はい、ということでドローンの散布も終わりました。いかがだったでしょうか。農業用のドローンを導入してもう本当にめちゃくちゃ嬉しいです。今までスプレーヤーで散布していた時はやっぱり前も見なきゃいけないし、この竿のね操作もあったりとか結構神経を使うんですよ。私は特にまだ慣れてないのもあるんですけど、そんな私でも補助登録をしてボタンを押すだけで勝手に飛んでってお薬を撒いてくれるっていう、もう本当に簡単でした。時間も短くなったし労力も減ったし、めちゃくちゃ良かったです。ということで今回はドローンとスプレーヤーどれくらい違うのかなっていうことを比べてみました。スプレーヤーならではの利点ももちろんあるんですが、作業にかかる時間や体への負担の点で見るなら、そこはドローンが圧勝なのかなというところです。なので畑や作業内容に合わせて上手に使い分けていこうと思います。また今後ねドローンについての動画がいろいろ出てくるかと思うので、もし興味がある方はチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。